皆さんこんにちは、村田治です。今日は個展のお知らせとそれから小さな絵を描いてみたいと思います。個展の方ですけれども、2024年の11月25日から、月曜日から11月30日の土曜日になります。また下の概要欄の方に書いておきたいと思います。時間は11時から6時半までで、最終日だけ4時までになります。ちょっと搬出がありますのでご了承ください。期間中は私は画廊におります。場所はギャラリーソーというところです。前回6年ほど前にここでやりました。銀座、中央区銀座の7丁目11の6ですね。よろしくお願いします。これをポストカードに作ってバタバタと郵送したりしておりました。よろしくお願いします。25点ぐらいかな、展示すると思います。個展といってもですね、個人的なものですので全然敷居が高くないと思います。ぜひ気楽にいらしてください。東京近辺の方とても来やすい場所ですのでですね、遊びがてらついでに寄ってみていただければと思います。ですね、少し大きな絵とかが多かったので、また初心というかに戻ってビギナーの方とか、まだこれから水彩画をですね、やりたいという方に向けて一からもう一回ゆっくりやろうかなという心がけでこれから動画を作っていきたいと思います。まず紙ですけども、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、紙もいろいろ売ってますよね。で、今日簡単に言いますと、こんな紙とか画材屋さんとか文房具屋さんかな、画材屋さんってあんまり地方にないかもしれないですけど、いろんな紙がありますけれども、最近また高くなったという話を聞きます。僕だいぶ貯めているので値段がよくわからないんですけど、僕はこのアルシュというのを使います。でこれは結構プロが使うやつなので高いんですよね。これだけで2024年1月で16,500円もするので、20シートですのでサイズがでそうですね、こんなもっと安いのでっていうと、こういう前気に入ってたのは、これもキャンソンですけど、これスケッチブックタイプですよね。こういうふうにやってこういうので後でビリって破いて使える、これ結構良かったんですけど、これも少し値段が上がってましたね。それからこれはですね、よくある文房具屋さんにありますけども、ちょっと水彩画にはおすすめしません。これはちょっと本当になんか遊びで描いたりですね、鉛筆画を描いたりとかいうやつですね。鉛筆画で練習したりは使えるのがいいと思います。それからじゃあこのワトソンっていうのがあるんですけど、これちょっと安いんですよね。これが F2 サイズですね。これもいいかと思いますけど、ちょっとやっぱりある種に比べると紙が表面が柔らかいかなという感じがします。いろいろあるので、別にこだわりなく使っていただいたらいいと思います。試してくださればいいと思います。ちょっと厚めのですね、できれば 300g ぐらいの厚さのやつがいいかな。で今日はいっぱいなんか残っているスケッチブックじゃない紙があるので、その中でこのラングトンというのを使ってみたいと思います。 F3 サイズですね。以前描いたこれがまだそのまんまの状態です。でこれはですね、これはパッドタイプといって、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけども、この四方がのり付けされていて、水張りしなくても水彩画で描いて大丈夫というやつですね。でちょっとこれをどうやってやるかというと、どうやって描くかというと、ここにこう隙間があって、隙間がありますので、ここからこういう何でもいいんですけど薄いものを入れて、こうやってゆっくりと
下の紙に傷がつかないようにやった方がいいと思いますが、こうやって剥ぐんですね。この時に金属ヘラでやると下の紙に傷がつきますので気をつけてやってください。そしてペロンと剥くと、こういう感じでしょう。でランクドもなかなかいい紙で気に入ってますが、ある種がいっぱいあるので、あんまり使ってなかったんですけど、これもいいと思います。今日はこれに書いていきますね。ちっちゃいですね。ちょっと僕としてはちっちゃいですね。F3 ですね。F3 というと横が273ミリと縦が220、273、27センチと縦が22センチくらいですか。これに書いていきたいと思います。それでは何を書くかというと、これ言ってみたいと思います。今簡単にプリントアウト説明のためにしたんですけど、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、紅葉の写真ですね。ここが紅葉がありますので、この辺をですね、なるべく簡単にということで、細かく書かないでにじみを使ってこういうのを表すということで、真ん中に家がとても見にくいんですけど、小さな洋風な家がありますので、緑色の、これもこれにあんまりこだわらなくていいと思うんですけど、正確に書く必要は全くないんですけど、ここに家を置いて、練習みたいな感じで書いてみたいと思います。特ににじみを使ってこう木を描くという、今まで何回もやってますけど、その復習みたいな感じですね。筆のことを少し言います。筆は僕は慣れているのがこの書道用の筆なんですが、コリンスキーというイタチみたいなやつかな。これが柔らかくて僕は慣れているんですけど、逆にこの穂先が長くて柔らかいので、初心者の方は逆に使いにくいかと思います。普通に売っている水彩画の筆ですね。これリセーブルっていうホルベインの筆なんですが、こういうので全然構わないです。それでは早速書いていきましょう。その前にですね、絵の具のことを言うのを忘れてました。絵の具はこういう僕はパレットを使っていますけども、絵の具はウィンザー&ニュートンですが、なぜそれが好きかというと、なんとなく色が柔らかいというか明るいというか優しいというか、そんな感じですね。その次に好きなのが草壁さんのも好きですね。ここにちょっと色見本作ってますけども、それからよくあるのがホルベインさんのですね、ホルベインさんの12色セット、これが一番よく売ってるんじゃないかなと思います。ちょっと色が濃いんですよね。気持ちこう派手というかね。で草壁さんは優しい感じでウィンザー&ニュートンに近い感じなので、もし草壁が僕の絵が好きであれば、草壁の絵の具が買えればですね、こういうやつですね。これネットで買えますよね、今ね、考えたら。これもおすすめです。ウィンザーのニュートンはやっぱり高いので、これがおすすめかな。ホルベインでも全然悪くないですよ。ホルベインで描くと絵がちょっと強くなるというか、そういう感じですね。今までの過去の動画でもホルベイン使ったり草壁使ったりしてます。ということです。で、今日は色ですけれどね、
これかな、こんな感じですね。これを使います。一番好きなのがウルトラマリン、それからセルリアンブルー、これ全部ウィンザード・ニュートン、これだけサップグリーンだけホルベインが入ってます。別にこだわりはありません。たまたまあったのでホルベイン入れてるだけですね。あとオリーブグリーン、ウィンザーイエロー、ウィンザーオレンジ、ローシェンナ、バーントシェンナ、パーマネントローズ、ウィンザーレッドのイエローオーカー、パーマネントマジェンタ、コバルト、ターコなんだっけ、ターコイズか、ターコイズライトですね。この辺あんまり使わないですね。ちょっと発音が違うかもしれないですけど、この辺がウィンザー&ニュートンで、サップグリーン、ザップグリーンとかいう人もいますけど、ホルベイン、これ関係ないけど、あと自分が好きな絵の具を発見するのも面白いので、いろいろ試してみてください。じゃあ今日はせっかくもうパレットにウィンザー&ニュートンが出てるので、これを使います。でパレットも別にこんなバカでかいのじゃなくても、普通に売っているちっちゃなパレットで全然もちろん構いません。あんまり安いとプラスチックでもいいんですけど、最初はプラスチックでもいいです。何でもいいですけども、試してみてください。なるべく筆を動かす方が大事なので、そっちですよね、大事なのは。それから家で描くときはこれ大事なことですけど、現場で描くと楽しいんですけど、なかなか落ち着いて描けないので、それから風景も変化しますので、写真を撮って家で結構パソコンのモニターに映して描くことが多いです。それから現場は現場で楽しいし、技術もそれはそれで身につきますけど、現状このやり方でやっているプロの方が多いと思います。ただし写真をトレースする、写し取るというかね、なんかそのまんまコピーすると全然力がつかないので、それはやめてください。モニターで映し出して、それを、アナログで自分の脳を通じて手で写すという作業をしていれば、今度現場に行っても同じことですので、目で見たやつを手で写し取ることができますので、いい訓練になると思います。なかなかフィールドに出てですね、現場で描くっていうのも億劫になってくると思うんですよね。寒かったり暑かったりですから、億劫になってやめてしまうと思うので、好きな時になんかスマホで写真撮ったやつをいいなと思ったら、ちょっと大きめのモニターに出して、それで水彩画にするというのがおすすめですね。簡単です。それでは描いていきたいと思います。2B の鉛筆を使って、今日はちょっと練習みたいな感じで早めに描いていきたいですね。もう木もリアルにコピーするんじゃなくて、それから家もこの辺という感じで、ちょっと説明のために簡単にしていきたいと思います。で後から筆でもう少しちゃんと木を描きますので、それからこれ練り消しですが、練り消しを使っていますね。でこの時家とかあんまりリアルにするというか、あんまりそんなことあんまり意味がないじゃないですか。なんか面白い絵にしたいなと思いますよね。できればリアルに写真みたいに描いても意味がないので、
あんまりこだわらなくていいと思います。手前にここに道路があるというか、この辺に道路つけとくかなとかね、こんな風に道路つけてもいいですし、ちょっと家がやっぱり気に入らないとさっきから思ってるんですけど、すいません、持ち主の方見てたら、どうしようかな、煙突もちょっとつけたいかな。こっちにも左側にもちょっと家がありますけど、それはもう無視でいきたいと思います。はい、それではこれで下書き終わりです。それではですね、この絵の具の方なんですけども、ちょっと固まっている場合はこういうちっちゃなスプレーボトルでスプレーをかけてあげて、はい、それで、この辺から周りのところですね、にじみでやっていきたいと思いますが、にじみを使うときにですね、これ食卓塩ですね、塩後で使います。それからドライヤーも使います。ではまず先にきれいな水を今日は本当作品を作るということじゃなくて説明のために簡単にやります。家以外のところに濡らしといて、ちょっと早くそれで紅葉ですので、ちょっとこれオレンジですよね。ウィンザーオレンジとか、これウィンザーオレンジですね。それからそうだこれね、水入れは小学生がよく使うボンボン屋によく売ってるこれにしています。こっち側きれいな水、これは汚くなってくるやつですね。この2つをメインに使っています。にじませるために水引くときはこのきれいな水を使っています。もう一色ぐらいよく写真を見て、緑とかこうですね、少し溶いてパレットの上で、広げときます。それからちょっとこの辺手早くやった方がいいと思うんですけど、このウルトラマリンとかは暗いところで使います。それからこれなんですけどウィンザーレッドとかパーマネントローズとか、もう少し溶いて、ちょっと足りないかな、もう少し溶いてもいいな。これ今ね、汚い目の水のところでやってるんですけど、そんなにも汚くないです。それでまた新しいきれいな水をつけて、ちょっともう一回やっときますね。乾いちゃったので。さあ、それで、先にですね、向こうの青空のところやりますね。セルリアンブルーとウルトラマリンブルーちょっと混ぜて、木の向こう側にある青空のところちょっと点々みたいな感じで、こう白いところは雲みたいな感じですね。でこれまだ濡れてますけど、少し水ので、ごめんなさい、オレンジですね。早速オレンジ塗っていきます。ちょんちょんちょんってやるとこうにじみますよね。いい感じでにじんでいると思います。一番隅はもう今回は絵にしません。白く残します。でもう一回、大体でいいですけど、こんな感じでちょっと線を引いたりですよね。それで
ちょっと赤っぽい色も入れときますかね。あんまりオレンジだけだとつまらないのでね。この辺も手早くやってください。乾かないうちに、水が乾かないうちにやりましょう。それからさっき溶いといた、緑色のこれなんだっけ、サップグリーンでしたっけね。サップグリーン、ちょんちょんちょんと、これ木ですのでね、ゆっくりやりますね。ちょんちょんちょんと、この辺ちょっと太めにやりますね。ついついね、水彩画って乾かないうちにとか思うので、手が早く動いてしまうので分かりにくくなってしまうかもしれませんが、なるべくゆっくりやります。そしてなんだっけ、手前のこの道のところ少しブルーを入れます。これウルトラマリンとセルリアンブルーちょっと混ぜたぐらいですね。はい、それでもう一回水で洗って、この家の向こう側ですね、ちょっとここにも向こう側の木があるわけですから、オレンジ系の色でやっておきます。はい、緑、ここにちょっと手前に緑を入れていきましょう。はい、でこれでだいたい塗ったかな。でもうちょっと濃いところ欲しいですよね。濃いところはウルトラ緑を作りたいんですけど、ウルトラマリンとこのイエローですね。この場合はウィンザーイエローね。で緑を作って、ちょっと濃い緑ですよね、濁ったよう。これでここちょっと濃いので、ちょっとこう入れておきましょう。あんまりぐちゃぐちゃっと動かして前に塗った絵の具と混ざらないようににじみでいくようにしましょうね。で、よいしょよいしょよいしょ。やっぱりこれも点々が多いんですけども、はい、だいぶできてきましたね。それで家のとこ、白いとこちゃんと潰しておきますか。はい、乾かないうちに先ほどの塩ですね、こう指で持って、これが葉っぱの感じになりますね。こうやってやりましょう。パラ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 。ちょっと分かりにくいですかね。ちょっと粒が見えるとは思うんですけど、で、このままやっとくと、このままほっとくとですね、溶けてしまいますので、少し間を置いて、そうですね、少しでどのぐらいかな、1分ぐらいかな、ちょっと置いときますね。で30秒ぐらいかな、まあいいや、適当ですね、その辺は。で、ドライヤーをこう振りながら全体を乾かします。それでは乾いたので、この塩をですね、塩を指で落としておきます。こうしないと後で塩が残っているとですね、水分がそこに溜まってにじんでしまうので、よく落としておきますね。台所とかでやった方がいいかもしれません。そうしますと、ご覧のようにですね、この塩があったところがちょっと結晶みたいにきれいになりますよね。でちょうど木の葉っぱのような感じになるのでいいと思います。さあ、それでは今度は枝を描いていきましょうか。
ちょっと小筆のちっちゃいやつですね。で茶色っぽいのでこのバーンとシェンナをメインにして少し先ほどのパレットにあったウルトラマリンとか混ぜて描いていきますね。こう下から上に描いてもいいし上から下に描いてもいいんですけど、簡単なのは上から下に描くパターンですかね。こういう感じで描くと簡単だと思いますが、こう下が太いのでぐっと太くやってから先に行くと細くするっていうのが、先に上からやるとこう太くなっちゃう場合があるので、ここは基本的には下から上が多いかな。まあ変わりますけどね、その時その時で。で上に行くほどこう細くなりますから、下はがっつり描いて、でこの時にだいたい写真を見ながら、この時にさっきの鉛筆で描いたよりももう少し丁寧にやるという形になります。で、1個描いたらちょっと今スラスラっとやってしまいましたけど、このウルトラマリンのブルーとかをこの、ちょっとこう暗いとこって濃いとこにちょんちょんとこう入れとくとにじんでいい感じになります。でそれからこの頭の方ですけど、少しこう取っとくといいかもしれませんね。そうするとこう模様が出て縞が出て、縞っていうのはこの木の模様のことですけど、いいかな。これもそんなに厳密に写真をコピーするという感じではなくて、別に枝なんかコピーしようがしまいがある意味どうでもいいわけですから、まあ下のところ、下の方をちょっとぼやかすというか、地面になじませましょうね。こんな感じでいきましょう。少し、どんどんと描いていきたいと思います。ここにも木がありますね。先の方を細くして手前の方は太くするという感じですか。太くしてだんだんと。難しかったら上の方からゆっくりやって細くしてって、ゆっくりゆっくりやっていって全然構わないです。ゆっくり自分が OK なスピードでやっていって、下に行くとこう太くなる。これで全然もうほぼほぼ一緒ですからね。で濡れているところにウルトラマリンのちょんとやってにじみを作って木の模様を出すということですね。あんまり木をいっぱい描きすぎるとうるさい絵になるので、適当に少なめの方がいいかと思います。こういうところでもゆっくりゆっくりやればいいと思いますよ。ちょっと筆先をこう揃えるっていうか細くする。ティッシュペーパーで。で、今までにも言ってますけど、木ってこう節々があるので、
こういってまっすぐだらーんじゃなくて、そうそう、それちょっとポイントかもしれないですね。こうやっていってちょっとストップしてグッと曲がって極端にやるとまたグッと曲がってグッと曲がってというパターンで切ってできてますよね。ダラ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 っていう感じじゃないですよね。こういってちょっとこうカクカクカクっとやると木みたいに見える。で実際の木もそうやって自分を伸ばしていってますので、それではですね、この辺にしときますかね。それでちょっとあとどうしようかな。家ですが実際は緑の家ですね。どうしようかな。ちょっと紫ウルトラマリンと、パーマネントローズとかレッドでちょっと紫を作って、この紫を基準に少し他の色を混ぜてグレーっぽくしましょうか。この辺の色を混ぜるとグレーっぽくなるので。でこのちょっと濃すぎるな、少し薄めにして、この屋根のとこ少し塗ってみましょうか。少し線があるので瓦の、そしてあんまり緑色にしたくないんですよね。どうしましょう。ちょっと塗ってみますか。ちょっと白っぽい家というイメージできますかね。ちょっとこの屋根のところの下のところは影ができるので、そこを塗ってあと水をつけてグラデーションをするっていう感じかな。で、それでちょっと下の方は水をつけてグラデーションにするという感じで一回乾かしましょう。そうか。屋根可愛く赤っぽくしますかね。さっきのウィンザーレッドが出ているので少し赤っぽくしましょうか。少し赤にしましょうか。もう少し赤にしましょうか。よいしょ。ちょっとこうにじませてますけどね。でこのように盛んにですね乾かしながらやります。もう一度屋根の下のところを紫色で、さっき作った紫色で軒下の影のところをしっかり描いて、もう一回ウルトラマリンとこの辺のレッドですね、レッドを入れて窓のところの濃い色を入れるんですが、窓のところをこう描くときにちょっとこう白い線があるような感じで、白い線のところを残す感じでいきますか。こっち側もペタッと塗るんじゃなくて、これ難しいかもしれない。ちょっとそれはもうリアルにやる必要は全くないんですけど、あんまりうまくないな、失敗。少し薄めにしましょう。はい、これなんでいいかな。ちょっと取ったぐらいでよかったですね。それからこの煙突は実際にはありませんけど、適当に煙突つけてあげますね。
下の方にもちっちゃな窓つけましょうか。小さな窓つけましょう。それで右の方からね光が当たっているので、右の方から光が当たっているので、こっち側明るいですよね。こっち側の壁面を少し暗くしますね。さっき描いた下の方の窓消えちゃったけど、まあいいかな。それで、どうせこの辺に影がね、こっちから光が当たっているので、今ここ写真資料ではありませんけど、影が当然できますよね。でそこにまあ木もあるでしょうから、木もこうなんとなくあるようなイメージで、こんな感じかな。でこんな感じですよね。それからこの辺少し地面のところですので、暗いですよね。それからこの辺とかちょっと濃いところもう一回影のとこですね描いていきましょう。でここ影がありますよね。それからこんな感じでこう地面に落ちた影のところ描いていきます。ウルトラマリンとレッド系もう一回濃くしたいんですけど、影って言ってもね黒くすると暗い絵になってしまうから、軒下のラインちゃんと描いてあげますか。軒下のライン、よいしょ。グッとなんかグッと立体的になりますよね。ここもう一回もっと濃くしましょうか。ここに濃くしましょうか。ここの木の下、木の下、木の下、木の下にこう細い草というかありますよね。で本当は、バーントシェンナとウルトラマリンでちょっとバーントシェンナとウルトラマリンを使うと黒っぽい色ができるので、ここでちょっとこの辺の、暗いところですね描きましょうか。でここちょっとドライブラッシュっていうか乾いた感じのもうガサガサガサという感じで木の先の方は描いています。この辺もガサガサガサとしましょうか。筆痛むのが嫌ですけどね、あんまりやると筆が痛むからね。少し絵っぽくなってきたかな。この辺も少しあるね、木が。これもねちょっとドライブラシっぽい感じですね。この辺は向こうの方もうちょっとオレンジがあるので、オレンジで水分を取って向こう側の木を描きましょう。で、この枝の先のところもう一回上にドライブラシっぽい感じで枝と木の葉っぱをなじませます。この黄緑を塗ったり、黄緑も少しここに今濡れてますからね、ちょっと塗ったので。でさっきできたこう、結晶みたいなものはちょっと大事に、あんまり本当は潰したくないですよね。はい。でこんな感じかな。手前も木の葉があるので。で紫と周りの絵の具混ぜてちょっとグレーっぽいのができますからね。
こっちからこう少し影がありますよね。これも描いとくと立体的になるかなと思います。この辺も実際にはここに影見えませんけど、少し見えるか。ちょっと描いとくか。ヒューッと描いときますか。ヒューッとこう。それからこの辺も右側から来てる木の枝がありますから薄く描いときますかね。少し水分を取って。こう乾いてしまうと色が薄くなるんですよね。水彩画って。そこをちょっと追加でもう一回濃くする作業が必要です。で全体をそろそろ見ながらもうちょっと枝が欲しいなとかですね。そうですね。でこの辺少し道路との間の凸凹ですかという感じですかね。はい、今日は簡単にということでこのぐらいにしておきたいと思います。にじみを使ってやると結構明るい色になりますね。にじみに任せるので色塗りを結構あまり筆でいじらないので絵の具の色がきれいに発色したままになります。でもそれ1回だけだとちょっと絵として浅いのでもう1回ですね、濃いところこことかこことか2回目ですかね、少し塗ると。それからこの本当に濃いところですね、影のところをちょっと入れると立体的にクッとなります。初心者の方で一番、水彩画を見て足りないなと思うのは濃いところがない、あんまり明度の差があまりないという絵が多いですよね。形はもちろん撮るの難しいです。形よりもこの明度差ですね、濃いところをクッとやる。ただしあまりこの濃いところを強くやりすぎると、油絵のようにこうトーンが沈んだといいますかオーソドックスといいますか、昔の油絵って結構暗い感じですよね。ああいう感じの絵になってしまうので、あんまり実物に厳密に影を暗くしないで、これ写真と比べたら分かると思いますがかなり明るいままにしてるんですね、明度差を。でこの明るいままにすると水彩画の良さが出ると思います。はい、それでは今日はこの辺にしたいと思います。また個展ぜひいらしてください。よろしくお願いします。それでは皆さんまた水彩画で幸せになってください。またお会いしましょう。さようなら。